ンネーム妙慶さん、10代の男性からいただいた相談です。背景、太后少様、はじめまして。私は17歳の高校生で今年受験生なのですが、もともと精神面が不安定で、意志薄弱、自分に甘い上にすぐ環境のせいにして逃げてしまいます。コロナウイルスによる休暇期間では、中学2年生から今まで自分なりに真面目に取り組んできた勉強も、希望していた教師という職も、どうでもいいと投げやりになってしまいました。家族の生活音が耳障りになり、些細なことでイライラするようになってしまいました。片親のもとに生まれた私の短い人生は、他人様と比べてとても環境的には恵まれているにもかかわらず、こんな親不幸な自分に育ってしまった自分が許せず、軽度の自傷行為をしたり、自殺を頻繁に考えるようになりました。私はどうすれば、この負の感情の連鎖から自らを脱却せしめることができますでしょうか。それともこれは私のカルマなのでしょうか。相談できそうな人が周りにおりません。何卒ご回答のほどよろしくお願いします。また、和尚様の今後の活躍を心より記念いたしております。敬具。カルマという言葉が妙慶君の手紙に出てきました。カルマというのは日本語では業と言います。業。この業には3つ種類があって、この一問一答でも何度も登場していると思いますが、心に思うこと、そして口に話すこと、そして体で行うこと。この心と体ですね、心。そして口ですね。そして意。自分の思いの中で思うこと。この3つがカルマなんです。業なんです。で、この業を積み重ねていくというのがカルマを積み重ねていくということ。良き業を積み重ねれば良きカルマの集積になるし、悪しき業を積み重ねていけば悪しきカルマの集積になります。そしてそれぞれのカルマの結果を自分で受け取ることになってきます。柿の木を育てれば、柿の木を植えて、苗を植えてそれを育てれば、柿がなる。桃の苗を植えて育てれば桃がなる。イチゴの種を育てればイチゴがなる。金柑の苗を植えれば金柑がなる。それは間違えることのない現象なんですね。妙慶君が今、これは私のカルマなのでしょうかって言ったときに、ひょっとしてこれは前世の業、要するに自分の今の命じゃない前の世代のカルマ。それが今帰ってきてるから、だから自分はこんな風なのか。そう言ってるのかもしれませんけれども、妙慶君のこれはカルマなのでしょうかっていうことに対しては、今の自分のモヤモヤがね、これは自分のカルマなのでしょうかっていうことに関しては、妙慶君の日々の心で思うこと、口で話していること、そして体で行動していること、これが積み重なってきて今の状態があるというのは間違いない。前世ではなくて今世。それは間違いない。けれどもそれだけでない作用が妙慶君の中に今働いていることを非常に強く私もそれを感じます。それは何かというと、妙慶君の問題はね、何かというと、妙慶君の先ほど言いました前世の業っていうんじゃなくて、普段妙慶君が何を思い、何を口にし、どういう行動をとっているか、その集積が今のこの何とも言えない、何なんだ俺はっていう、
こんな自分がっていうね、許せないっていうこの自分につながってきてる。けどもう一つとっても大きな大切な要素がそこに絡んでます。非常にドロドロとしたものがそこに絡んでるんですよ。それは何かって言ったら、ホルモンです。ホルモン。今17でしょ、ね、17歳。人間の脳、人間の体っていうのは、子供の時から大人になって、そして年を取って、そして死んでいく、この中で常に一定であることはないんです。自分は小さい時から変わってないのは自分に思うかもしれないけど、その体はどんどん変わっていきます。もちろん意識も変わっていってるわけですけど、特にね、15歳、16歳、17歳、この間に子供の脳から大人の脳に変わっていきます。だから自分で自分のことがよくわからないっていうふうになっていくんですよ。それ当然のこと。さらに、ホルモンがどんどんこう分泌されて、ね、そしてその性に対しての関心も高まってきたりして、とにかくね、なんか自分で自分のことがわからなくなるということが極めて真っ当な時期なんです。特に今のこの17歳っていう年は。だからそういったものと、その普段の妙慶君の真悔の3号ですね。それをカルマと呼んでるわけですけども、これがね、うわーってぐっちゃぐちゃに絡まって、今の妙慶君のこの自分が許せない。片親で一生懸命お母さんを育ててくれてるにもかかわらず、それは分かってるんだけど、こんな風にして自分の内側で暴走してるっていうかね、自分の内側でなんかこう荒れ狂ったものがあるっていう、そんな自分が許せない。だから自傷行為をしたり自殺を頻繁に考えたり、そんな状況になってきてしまっている。さて、どうすればこの負の感情の連鎖から自らを脱却せしめることができますでしょうかという質問です。処方箋。鬱憤を晴らしなさい。鬱憤。鬱憤っていうのは辞書の定義によればね、晴らす折がなくて積もり積もった怒りのことを言います。抑えに抑え込んだ恨みのことを言います。それが鬱憤です。妙見君と同じぐらいの年齢の子で、年齢の男子で、女子もそうですけど、いろんな形で鬱憤みんな晴らしてる人いますよね。この福言寺の周りもね、その鬱憤を晴らしてる奴らがもういっぱいいます。夜中になると、って走り回ってます。最近やりませんけど、昔は、私もそういう鬱憤を晴らしている人たちはね、その鬱憤が私も鬱憤が昔あったのでよくわかるんです。その鬱憤をね、晴らしている子たちでね、いやー、こんだけ彼らの鬱憤が溜まってるんだって。ね、だけど、何らかの形でやっぱりこうやって鬱憤を晴らさなかったら、自分の中に溜まったね、この自分がわからないというこの思春期に、この、いろんなことがムカつくわけですよ。ね、で、それが自分の内側にこう渦巻いて、出口へ出ていくところがなかったら、それは狂っちゃいますよ。だから何らかの形でその鬱憤を晴らそうとする。だけども、彼らがそれをね、人に迷惑をかけるという方向で、本人たちは鬱憤を晴らしても人に迷惑をかけるという方向でそれを晴らしていったら、それはやっぱりね、周りにも迷惑をかけちゃうし、自分も回り回って自分にもまた大きなしっぺ返しが返ってくるんですね。だから、最近やらなくなりましたけど、昔このお寺の周りで鬱憤を晴らしてる人たちがいたらね、私も空手道場をやってたので、ビラを持ってってね、そして私もバイクで出て行って、よくこのバーンって走り回ってる子たち、私もバイクで一緒に走りに行ってね、そしてビラを巻いて、こんだけ元気があったら空手道場に来いって言って何人か入会しましたけどね。でも本当にもう昔はうるさいなと思ってるだけだったけれども、私も17、18の時にそういう鬱憤がいっぱいあった。で、それが自分が僧侶になって
からは、その頻繁に、大きな道路がお寺の前にできてですね、その暴走行為を繰り返している少年たちが繰り返している。あまりにもそれが連日続いて、近所のおばあちゃんがね、ちょっとノイローゼになられて、農薬を飲んで自殺なさったんですよ。これはいかんと。これはいかんと。鬱憤晴らしたい気持ちはわかる。だけど、これはいかんと。ね。でそうやって知らないところで、人の気を狂わせ、だって毎日家のすぐ近くでね、ブン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 走られてごらんなさい。たまったもんじゃないですよ。で、またそうやって暴走行為を繰り返して鬱憤を晴らしてる。その気持ちはわかるけども、彼らだってそれは迷惑かけてるってことは分かってるわけなんです。だもんだから自分の家のそばに行くとエンジン切って押していくんです。で、自分の家とは関係ないところに行ったら、自分の母ちゃんに迷惑かけるのは嫌だから。だから自分の家のそばでは、ね、マフラーの音がどんだけうるさいか自分だって分かってるわけですから。バイクのエンジン切って、そしてこっそりと車庫に入れるわけですよ。ところが外へ出て行ったら、よその母ちゃんのところで思いっきり吹かす。これはやっぱり良くないだろう。気持ちはわかるけどね。やるんだったら山の中行ってやれっていう話を昔してました。私もその気持ちはわかる。だけれども、彼らのいいところは何かっていうと、鬱憤を晴らしてるんですよ。で、妙慶君の問題は何かって言ったら、鬱憤を自分の中に溜め込んでしまってるんですよ。でもそれを時々吐き出してるのかもしれないけれども、この吐き出し方を妙慶君に伝えたい。私もいろんな鬱憤の晴らし方をして人に迷惑を散々かけて、だけどやっぱりそれは良くない鬱憤の晴らし方だっていうことが分かってね、一つの鬱憤晴らしの方法っていうものに行き着いたんです。なので今日は妙慶君にぜひね、私の鬱憤晴らしの方法を伝授したいと思います。それは何か。皿洗いです。皿洗い。お皿に限らず、私は水に触れてると心が落ち着くので、お皿洗いをしたりとか、お風呂の掃除をしたり、お風呂を入れたりとか、ということが、あとは雑巾洗ったりとかね。洗濯機がありますけど、手で雑巾洗ったりとか。で、そういうことが、自分が心が荒れるといつもそれをやるんです。今でもやります。なので、私が突然何か掃除始めた時は鬱憤が溜まってんだろうなっていうふうにして周りの人は思うかもしれませんけども、でもねえって掃除ですかって思われるかもしれませんけども、このね皿洗いという鬱憤晴らしにはものすごい効果があるんですよ。で、一つは何かっていうと、人間は心の内側に負のエネルギーが溜まってきたときに、それをそのままにしておいたら病気になります。心が病気になります。体も病気になります。だから必ずこの鬱憤ね、積もり積もった怒りとか抑えた恨み、ね、この積もり積もった怒りとか抑えた恨み、この怒りとか恨みというものが心の中に発生してくるその初動で抑えることが修行を積んでいくとできるようになるんですけど、なかなかそうはいかないでしょう。ね。なので、放っておいたらどんどん溜まってきちゃうんですよ。で、これをね、溜まりっぱなしにしといたらおかしくなるんです。だからまず、この溜まってきてしまったらどうするか。ね、それが、先ほど言ったような皿洗い。一つは、なんで皿洗いなのか。一つはね、この心の中に起きている問題を心だけで解決しようとするので人間はおかしくなるんです。これよく覚えておいてください。心の問題を心だけで解決しようと思うから人間はおかしくなります。心が全てって言いますけど違いますよ。心が全てじゃないの。心で思うことが全て違うんです。私たちは体を使って生きているでしょう。私たちが何か思うっていうことの前に手足があったでしょう。ねえ。私たちが何かを考えるということの前に鼻があり、目があり、耳があったはずなんですよ。その後思うってことが出てきた。だから人間にとって心はものすごく大きいです。大きな領域です。でもそれ以上に体が大事なんです。だから心の中の鬱憤を晴らすときに
体を動かしてあげるってことが大事なんです。筋肉を動かすってことが大事なんです。皿洗い。体を動かしますでしょ。だから筋肉を使ってエネルギーを発散するっていう効果があります。なので鬱憤が溜まった時ね、なんで皿洗いなのか。まずは筋肉を動かすっていうことです。皿洗い一生懸命やってください。ですから食べたものによってね、食べたものによってなかなか汚れが落ちないこともあるし、ね、お湯で洗うのか水で洗うのかいろいろありますけれども、とにかく皿洗いは筋肉を使うということですね。筋肉を使う。次、水に触れるっていうこと。水に触れる。宗教の儀式の中で火とか水っていうものが使われます。で、やっぱり水っていうのはね、汚れ物があったら洗濯をしたり、今言ったように汚れたものを皿で洗う。つまり、汚れを流してくれるわけです。いろんな嫌なことがあっても水に流すっていう表現がありますよね。そう。嫌なこととか、汚れとか、そういったネガティブなものを流してくれる。でそういう作用があるんです、水にね。で、また人間は、命は水から出てきましたから、水に触れるっていうことは、命を癒す働きがあるんです。なので、水に触れるっていう意味でも皿洗い。もう一つ、母子家庭でね、お母さん苦労して育ててくれてるわけですよね。明慶君もそれは分かってる。だけども、自分は何もできてない気がする。一生懸命勉強しようと、ね、思ってる。けれども、これは今親である人も、それから今子供である人も、学生である人も、学生を持つ親も、両方の人たちに伝えたいんですけども、私たちにとっての学習、私たちにとって学びっていうのは、学校の勉強だけではないんです。受験勉強だけではないんです。ね、もちろん一生懸命勉強することが学生の本分だってその通りだと思います。けれども、学校でまたいろんなことを学習するでしょうけど、それ以上にね、何のためにじゃあ勉強するのかって考えたら、そしたらそれはいい大学行って、いい会社に入って、ね、そして自分で飯を食っていけれるようにっていうことでしょ。それが目標なわけじゃないですか。だけれども、最終的に社会に出て働くっていうことを考えたときにね、最終的に自分で自立していく、自分で飯を食っていくってことを考えたときに、人間が生きるってことね、自分で生きていくってことを考えたときに、生きるということは、その生きるということの答え、生きるということについての学びは、学校の授業だけじゃないんです。将来仕事をしていくって言ったときに、仕事は会社の仕事だけじゃないんです。昔は内仕事と外仕事って言って、お家の中に生活をしていくための仕事があったんですよ。今みたいに掃除機も冷蔵庫も洗濯機もボタン一つでいろんなことをやってくれるって便利な時代になりましたけども、昔はそうじゃないですね。お風呂を炊くって言ったら焚き木を集めてきて、そしてかまどで火を焚いてってことをやらなきゃ、それをね、お父さんお母さんだけじゃない、家族みんなで分担してたんですよ。でも今は何か子供は、学生は、お母さんがご飯を作ってくれて席に座ったら全部出てくることが当たり前と思っている。そして勉強に集中して、受験勉強に集中していい学校に入る。でもどうですか？そうやって一生懸命勉強してるっていう人もそうですけども、多くの学生が勉強してるふりをしてるけど寝てるとか、勉強してるふりをして LINE をしてるとか、勉強してるふりをして漫画を読んでるとか、勉強してるふりをして映画を見てるとか、勉強してるふりをしてエッチな動画を見て G にふけってるとか、そうじゃないですか。ね、だとしたら勉強してるふりをしてることに集中できない状態で机に向かってることに何の意味があるんだっていうこと。そんなことやってたら大人になって同じことやるんですよ。仕事がつまんない。仕事してるふりする大人になります。仕事がつまんない。仕事がわからない。ね、仕事で行き詰まった。それをごまかして、でも仕事をやってるようなふりをする大人になるんですよ。何の学習してんだってことになりますでしょ。そう。どうせ勉強手につかないんだったら、ね、だけれども
コロナで自宅でっていうんだったら、自宅で思いっきりうっぷんばらししたらいいんですよ。皿洗いしたらいいんですよ。うち仕事したらいいんですよ。お母ちゃん喜ぶでしょ。ね。お母さん喜びもお母さん助かるでしょ。それだけじゃない。実は皿洗い一個に人生のあらゆる勉強が詰まってるんですよ。カレーを食べたとき、ね、牛丼食べたとき、サラダ食べたとき、そのお皿の汚れの取れ方は、洗剤の量は、水のお湯の温度は、キュッキュッってなるまで、なかなか学生さんにお皿洗わせるとね、お皿洗いませんよ。縁っこの方とか、汚れが取りにくい角とかに、汚れがついたまま終わったって言うんですよ。私も子供がいるので子供に皿洗いやらせますけども、皿洗い終わった後に必ずね、チェックします。やかましい親父ですよ。ね、やかましいお父さんです。チェックします。こんな小さな汚れを、こんな小さな汚れを、こんなに大きくして彼女に見せます。なんだこれはって。なんだこれはって。これ見ろ。これ見ろ。この1ミリが見えんかっていう話です。ね。うるさい親父ですよ。大げさな親父ですよ。だけれどもそれが人生なんです。自分が見えてないものが見えるようになる。人が見えてないものが見えるようになってくるんです。自分が成したことの後が見えるようになる。自分がこれからなそうとすることの先が見えるようになる。それが人生なんです。これは、内仕事の中で養われていくものなんです。でも今、どうですか？内仕事をやらない。内仕事をやらせない。そんな家庭ばっかりなんです。そして会社に入って、社会に出てから、いろんな講師の先生を読んで、そして本来であれば家庭で修了しておくはずの家庭をですよ、学びを会社で教えなきゃいけない。さて、この内仕事というのはね、うっぷんばらしになるということを私はよくわかってます。なんでかってやらされてたからです。私は17の時、朝起きてお寺の掃除をしなければ学校に行かせてもらえませんでした。朝起きて朝ごはんの準備を何かしなければ学校なんか行かんでいいって言われました。ああ、こんちくしょうと思う時もありました。こんちくしょうと思いながら焚き木を集めてきて、こんちくしょうと思いながら玄関掃除をして、こんちくしょうと思いながら皿洗いをして、こんちくしょうと思いながらお風呂の掃除をしました。だけれども、こんちくしょうと思って一生懸命ふわーって、ひたすらやった後に、心が落ち着くっていうことが分かったんです。これはね、なんだこんちくしょうって言って、バイクにまたがって、って走るのと同じ行為なんですよ。17歳の健全なうっぷんばらしは皿洗い。それを思いっきりうっぷんばらしとしてやってみてください。なぜかお母さん喜ぶ。なぜか自分の気持ちもすっきりするんですよ。なぜか自分の心が穏やかなんです。そしてなぜかその後、勉強でもしてみるかってなるんですよ。うっぷんは溜まってたらおかしくなりますよ。死にたくなるんですよ。心の中のこのエネルギー、ね、いろいろなこと、将来に対する不安とか自分の情けなさとか、勉強しても成績が上がらないことのこのジレンマとか、いろんなこの心の中の葛藤ね、そこにホルモンっていうものが大量に思春期で分泌されるわけじゃないですか。で、これが何かしら科学的な反応を起こしてグツグツ心の中でやりおるんですよ。これをこのまま心だけを何とか落ち着かせようと思ってカルマですかって考えてたら死ぬよ、本当に。早くその心の中のドロドロを外へ発散させなきゃダメ。筋肉を使って。この時に何かを壊したり、何かを殴ったり。そうすると必ず叱られますから。そこでまた衝突が起きて、また鬱憤が大きくなるんですよ。うわーんって走り回ったら誰かが
自分たちが気持ちよく一分話をしている陰で農薬飲んで自殺するんですよ。それは本人の望むところじゃないでしょ。ということで結論です。明慶君、どうせ死にたいと思ってるんだったらね、自傷行為をするっていうことによって体を使うんだったら皿洗いをしなさい。お母さん助かりますよ。お母さん、今日から僕が皿洗いをします。お母さん、今日から僕が洗濯物を畳みます。お母さん、今日から僕が風呂を入れます。すでにもうやってるとしたら、もっとそれを徹底的にやってみてください。筋肉使わなきゃダメですよ。筋肉使わなかったらうっぷん出ていかないから。17歳、自分が自分でわからない。それが真っ当な17歳です。けれども、内仕事を、外に出れないならば内仕事を一生懸命やることによって、いろいろな相乗効果が自分に返ってきます。そして必ずそれは大切な人生のレッスンとして、明慶君が社会に出た時に自分に返ってきます。それを信じて、皿洗いに励んでください。17歳のうっぷんばらしは皿洗い。ぜひ覚えておいてください。応援しています。